周りで外す、くっつかれてるの嫌だから離れたいっていうのもダメではないんですよ。そうするといわゆる増えて、そこから情報を取るという練習は特化できないわけですよ。なので恐怖からものを全部ひっくるめて受け入れて、くっついてちょっと攻防の練習をしようというのがそういう趣味ですね。ブルーレイボックスクロスロードエボリューションで体験した宮平保先生の中国武術を合気道の白川隆二先生が実演解説。今回のテーマは中国武術の水手です。接触法で水手の稽古がすごい面白いなと思って、あれすごい勉強になりましたね。なかなか合気道では型稽古とか自由技であるんですけども、お互いが本当に攻撃って守って自由攻防っていうのないですよ。でも限定した自由攻防水手って例えばいきなりこうスパーリングとかじゃなくて、こう触れたところの中での自由攻防で守っていくって安全性を保ちながらこうスパーリングのような攻防ができるので非常に良い稽古だったので、これちょっとタカさんと一緒に思いました。いろんな条件ありまして、最初がやったのがここからでタカさんが守る、私が攻撃、あるいはタカさんが攻撃、私が守る、攻撃と守りを分けた状態でやっていくんですね。例えば私が攻撃の方だったらこういく、こういく、腹でこれなるべく接触した状態でやっていくっていう、ちょっとやってみます。おお、素晴らしい。でもタカさん、やっぱこれ宮平先生の道場で習ったんですけど、見ない、なるべく見ないで、すごいですね、タカさん。いや、見ちゃうとダメだっていうのは僕もこれは宮平先生おっしゃってたんですよ。普通は視覚情報なんですけど、もうタカさんもう見ないでやってたんで、ほら DVD マニアなんかフェイスピーチでもフェイスピーチ入ってましたタカさんも結構入ってたよ相当ブルーレイ見られたんで、いやこれそうなんですよ。最初は視覚、このタカさんの攻撃で私受けます。こうやって視覚ってみたいなやつですけど、でも慣れてくるとこれをなるべく見ないで。おお、確かにでもすごい、確かにそうですね、はい、そうなんですよ。でこれがまた難しいんですけど、でもフェイントに引っかからなくなるんですよね、感覚に頼るので。確かに山城先生見てなかったですよね、あの時ね。もう高さん早速やられてるんですか。これがやっぱいいですよね。であとは両方、両手、そう気をつけて、これ両方でもどっちでもこうでもいいので、こうやりながらお互いが攻撃していい状態と、また攻撃が受け側で分かれる状態、これ両方で、お互いこう触れた状態ですよね、セット。なるほど。これめちゃめちゃいい稽古ですよね。合気道にはないんですよね。ないですね。投げる方向、受ける方向での自由はあるんですけど、お互いが攻撃していいよ、守っていいよってないので、これ非常に安全性も保てるんですよ。いきなりこうスパーとかでやりやすさが難しいじゃないですか。でもこう触れてるので情報を取れるっていうすごいいい稽古方法で、しかも安全性が保てるんです。いきなりこうボーンっていかないので、触れてるので感覚を取りやすいんですよ。あと起こりを取りやすいので、ちょっとじゃあ片山君一緒にやってみましょう。じゃあ最初これで、じゃあ最初私攻撃で片山君受けてね、こう来るか、そうこう来るかで、じゃあちょっと測っていきます。はい。いいっすね。大丈夫ですか？結構なんか鋭い動きでしたね。はい、でも打ち抜いてないので大丈夫です。あと宮原先生おっしゃってたのは、当たってもなるべく気にしないっていうのが重要って言ってたんですよ。軽い打撃になれる。で当たってこう躊躇してしまうと本当の打撃した時にダメなので、軽く当たっても気にしないっていうふうにおっしゃってました。で今度片山君じゃこういう感じで最初の練習、こう来てもいいし、こう来てもいいし、長く来てもいいし、はい。鋭いですね。でもこう受けても気にしないし、あと触れているっていう。なるほどね、練習だから、練習いいですよね。いいですね。どうやってみてないでしょ、相手用の。
それをじゃあこれを見ないで相手をなるべく見ないでやるとどんな感じなんですか？見ないで片山さんも。片が見ないでなるべくじゃあこっち視線でおお。確かに。でも反応やっぱりいいねやっぱりよくなるね。不思議だよ。みんなそうなるんだね。見ない方が多分感覚が鋭くなるのかもしれないですね。視覚じゃなくて触覚でちょっとじゃあ両手高さんやってました両手難しいですよ。お互い攻撃していいっていうのをお願いします。でも面白いですね。いやでも楽しみながら体にかけますからいいですよね。素晴らしい。これもじゃあ結構その武道の練習にも役立つってことなんめですね。ちゃめちゃ役に立つと思います。そうなんですね。はい。もう本当は普段の合気道の稽古に入れたいぐらいですけど、これやると激しくなっちゃうので、ただ本当にすごくこう感覚研ぎ澄ませる、あと自由攻防に強くなるので、普通だったらこう受け流せるぐらいこういう力の流れだけなんですけど、ここに攻撃受けが入るので、しかもある程度自由なので反応が試されるんですよね。でここでだって固まってると攻撃って遅いじゃないですか。はい。こう柔らかくお互いパンって入ってはいけないので、柔らかく動きてある程度重そうあと絶対打たれる時が来るので、打たれた時の反応確かに絶対打たれますよね。それを気にしない。その時の体の反応とあとメンタル的にも気そうにしないと。はいなるほどね。タカさんどうでした？やってみてこの練習ってのは。まあ僕らがペチペチやるのは、ペチペチって言ったら分かるんですけど、そういうのはもう慣れてるって慣れてるんで、ちょっとぐらいだとあるのは平気なんだけど、やっぱりくっついた状態のこのいつもここでこうでそうですね。こう来たっていうのを感じるっていうのは、まあ僕なんかまだ分かんないですよ。やっぱりこうやってくっつけてるのが精一杯で安全性を保ってこういうスパーリングみたいな形でできるのって非常に重要だと思うんですよ。柔道だったら段取り打撃がない分、あと逆関節を決めない分思いっきり力を出せる、この分は思いっきり殴らなくてもいいし、接触してるから安全性を保ちながら稽古できるって、これ段取りに近いような形ですごくいいと思うんですよ。これ昔ブルース・リーがね、スティッキーハンドって言ったの演習権でやってましたもんね。やってましたね。あれね、スティッキーハンドって英語で昔言ってたのが、僕スティッキーハンドこれ、ね、意味が分かんなくて、なんでスティッキーベタベタするのかなと思ったら、くっつくってね。くっつくって言われたのがね、宮平先生あそこ行って分かりましたよ。そういう意味なのかと思って、そうなんだ。 50年ぶりぐらいに本当に確かに演習権としてやってますよね。やってますね。実はでも宮原先生の道場もこれ、そして今度蹴りもあるんですよ。蹴りもやっぱりそれは危ないよね、あれね。だから蹴りあるから、それこそあまり高いハイキックとバランス崩して、しかも小かしありなので、これで小かしありなので、こうやったと小かしありなので結構激しいんですよね。怖い。でもお弟子さんたちみんなあれをやられてるってことで相当強いんじゃないですかね。そうですね。メンタルも鍛えられますし、だからって大怪我しなくていいので、だってこれを毎回スパーで顔面打っていいよって言ったらヘッドギアつけてでもかなりダメージで、でもこれだったら本当タッチゲームみたいな感じでしかも触れてるので、確かに。すごいいいと思いますよ。相手の残りとか。西川の最後やってみますか。やってもいいけど、ちょっとやってみた方が。技術が必要なやつはちょっとなみたいな。じゃあ西監督が攻撃して私が待ってください。じゃあこれでじゃあ西監督攻撃、私は防御だけいきます。そういいです。でもいいです。意外とそうなんです。意外に。
これ。逆向きは逆向き。こういったか。受けないでいくの。疲れる。その無駄なエネルギーつけてると。そうですね。もうガチガチでね。見るのとやるのじゃ大違いだな。僕だけいいの。僕だけ。僕だけ資格取ってやっていいです。私は僕だけ。こういう状況から。そうです。どこするの。ちょっと触れてるだけです。起こせないよ。難しい。入ってないですね。ほとんど出てない。なんでこうやってんだろう。全然動かない。そうなんです。だから裏側が動いて、こう胃に入ったり外に入ったり。いい稽古、安全性保てますよね。いやー、こうまだ怖い交代って見えない。いや、意外に難しいんですねこれ。はい、やってみるとだから本当に良い稽古ね、お互いこう確かにこう結構スタミナも使いますよね。そうですね。あと全体を見るっていうのができるようになるんですよ。ああ、石破さん上手でしたね。いやもちろん空手家ですから。いや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 いろんなこう接触しながら安全にこうスパーリングできる。あとこう確かに。はだから慣れてくると本当いいですよね。い。すごい。安全性を保ったランドリー、打撃ランドリーみたいな感じではい。非常にいい稽古になります。ありがとうございます。ぜひ皆さんもやってみてください。これで私はエボリューションしました。白川隆二が進化したクロスロードエボリューションブルーレイボックス絶賛発売中。あなたもきっと進化する。